2024年12月の19日木曜日ですが、本日、不動産経済研究所の方から首都圏の新築マンションの市場動向調査が発表になりましたので、いつものようにグラフと表でご説明したいと思います。まず発売戸数ですけれども、11月はですね、2231戸ということです。これは前年同月比で 18.7% 減少ということになります。例年11月はですね、このような、規模感で出てましたので、やはり、相当少なかったかなということが言えると思います。次に販売単価ですが、平米あたり 121.4 万円ということです。これは坪に置き換えると 401.32 万円ということになります。東京都は区部とか、あと3県ですね、の数字をご説明したいと思います。23区はですね、発売戸数がマイナス 31.5% ということで、かなり減ったということになります。先月ですね、豊見タワーが出て数字を押し上げたわけですけれども、晴海は入ってませんというふうなお話をしましたが、11月もですね、晴海はカウントされてないということです。その状況でマイナス 31.5 です。平均価格と分譲単価も、2桁下げているということです。次に都下ですね、そして神奈川県もですね、マイナス 52.3% ということで大きく減らしています。一方で埼玉県がプラスというか、前年比で 189.8% ということですから、大幅に、増えたということです。価格もですね、相当上がっているということなんですが、これは、浦和のですね、再開発のプロジェクトがあるんですけれども、これが、23区並みという言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、プロジェクト的に、希少性があるということで、価格も、非常に周辺相場に比べると、高いわけなんですけれども、これが全体の数字を押し上げているという結果になりました。千葉県もマイナス 24.2% ということで、結果首都圏ではマイナス 18.7% ということで、数字が、戸数がですね、大きく減ってしまったということです。肝心な契約率ですけれども、61.5% ということで、交付庁の目安を大きく下回る結果となりました。先月はですね、豊見タワーほか、タワー物件が全体の数字を押し上げて、非常に好調だったわけなんですけれども、結局続かずですね、60% 台、しかも60% を切るぐらいの水準までですね、下がってきてしまったということになります。それぞれ個別に見ていくと、23区がですね、60.3 ですね、戸数を大きく減らして、価格もですね、大きく落としたにもかかわらず、6割前後しか売れてないということです。都下は良かったんですけれども、神奈川もですね、戸数を減らしながらも、売れ行きも良くなかったということです。埼玉県はですね、先ほど言いましたように、非常に再開発プロジェクトが牽引をしたんですけれども、それ以外の物件がですね、やはり振るわず、契約率は牽引できなかったということですね、53.9%。千葉はそこそこ良かったということになります。個別に見てみると、首都圏全体でですね、これ価格別のですね、契約率なんですけれども、70% を超えている価格帯もあるんですけれども、戸数がそれほど多くない、ボリュームゾーンではないということですから、ある程度ボリュームが出たところは、ほぼほぼですね、7割を切っているということがわかると思います。23区もですね、ご覧いただきますと、非常にどの値段もですね、良くなかったんですけれども、強いて言えば、高くなればなるほど売れてないと、高くなるというか、総額が張るほど売れ行きが良くなかったということが言えると思います。都下ですね、そして神奈川県もですね、メリハリがあるわけではないんですけれども、グロスがそれほど張らない価格帯も良くなかったですし、
8000万、9000万ぐらいになってくるとですね、また売れ行きが良くないということで、かろうじて7000万円以下、6000万円台ですね、6000万円台の後半がかろうじていいんですけれども、ボリュームはそれほど出てないとか、いうことですね。そして埼玉県がですね、先ほど言いましたように、この再開発の奥越えですね、これは非常に良かったんですけれども、それ以外が振るわなかったということで、特にですね、このあたりですね、6000万円台前半、後半ですね、このあたりになってくると、売れ行きが良くないというのがわかると思います。そして千葉県ですね、千葉県は全体で7割を超えたんですけれども、6000万円台ですね、前半、このあたりを除くとですね、そこそこの売れ行きだったのかなということが言えると思います。次、在庫ですけれども、完成未完成含めた工技の在庫が5205個ということで、少しこのグラフが跳ねたような格好になっています。完成在庫は一月前になりますけれども、順調に減ってるような格好になってます。2606個ということです。ということで、発売個数、在庫、完成在庫、単価、そして売れ行きということです。はい。それと着工個数なんですけれども、月別に見たものがこちらになります。あまり、じりじり減ってる格好ではあるんですけれども、大きく増えているような傾向には見られないということですね。そしてオフィスですけれども、オフィスはですね、空室率が下がって、平均賃料が底を打ったような格好になってますけれども、何度も言いますけれども、これフリーレントを含んでいるということで、あえて言うとですね、渋谷区だけが全く違う動きを見せてるなというのがわかると思います。空室率を大きく下げてますし、賃料も上向きですよね。ということで、随分とこの個々でですね、動向が違うなというのがわかると思います。はい。このマンション買って大丈夫だろうかということから始まった、物件評価レポートですけれども、物件のプロフィールや、購入の目的背景、そして不安な点をお知らせいただいて、公的資料に基づいて多角的に評価すると、購入の目的背景に応じてメリットとリスクを分けて推奨度という形でレポートをまとめています。アンケートのフリーコメントをですね、AI に読み込んでもらって、逆にこの特徴5つにまとめてくださいといったところ、専門的かつ多角的なアドバイス、依頼者の状況や希望に寄り添ったカスタマイズ、料金のリーズナブルさと柔軟なプラン設計、迅速な対応と丁寧なコミュニケーション、依頼者の判断力を高める教育的効果というふうに、打ち出してもらいました。この5番目ですね、これを意識して、レポートを作成しています。参考になったというふうなご意見をいただいております。今後の不動産売買に役立つと思いますかということで、結局今検討している物件をもとにレポートを作るんですけれども、それが結局購入に至らずですね、その次、またその次、もしくは数年後、数十年後に売却するとか、買い替えるとか、いろんな場面が考えられるわけなんですけれども、その時々でですね、このレポートに書かれていたことが役立つというふうになればいいなと思って始めてます。このフリーコメントなんですけれども、一部抜粋したものを概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。お問い合わせ先はこちらのアドレスになります。また、法人もですね、対応してますので、最初にですね、法人ですというふうにおっしゃっていただければと思います。あとノートの記事もやっておりますので、こちらも概要欄にですね URL を貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご検討ください。またライブをやってます。各週土曜日ということで、次回はですね28日ということで、かなり年末なんで、ひょっとしたらやらないかもしれないんですけど、今のところ28日ライブをしようと思ってますので、こちらもご興味のある方はぜひご参加ください。はい、ということで、今日は11月の新築マンションのデータを解説させていただきました。ということで、今日の動画は以上です。